毎月ちゃんと給料が支払われないと生きていけません。アルバイトの私たちが自らユニオンで立ち上がって休業保障を求めています。私たち自身が戦うしかありません。この町、ただひたすら会社に通うためにあるような、分刻み秒刻みでどんどん働く人が都市部に送り込まれていくっていう。父親、日本のサラリーマンみたいな、大企業に就職して働いてきた人なんですけど、企業で働く中でどんどんそのメンタルがやられて、で母親が低い給料でなんかすごい働かなきゃいけないっていうのを見てなんでこんな家に生まれたんだろうみたいな、同じような道たどるんじゃないかみたいな、運命なのかなみたいなのは思ってたんですよね。大学院進学したいと思って塾講師ならお金を貯めれると思って始めたんですけど、4月に休業になって給料支払われてないので、僕が休業保障ありますかって聞いた時も、なんか休業保障するのが最善だと考えているが義務はないみたいな感じで、もうそんなんで休業保障しないって決めちゃうことができちゃうんですよ。それ全然別に企業はなんていうか、僕らのことなんてどうでもいい存在なんですよ。もう先があまり良くないので、だったらもう自分たちで戦って働いてる人が馬鹿にされないような、社会を作るために戦いたいというか。休業していた期間の賃金を 100% 保証してください。生徒の都合で生徒が来なくてってことで、はい、それ何コマ分？それは1コマですね。1コマ。じゃあここも請求しよう。ここ払われてないんだよね。払われてないです。ただそれでもなんか口頭で休業出ないよみたいな感じのはあったんで、みんな多分それでも結構巻かれてる。出ないんだ、はい、思ってた。こんにちは、監督なんですけど山田です。100% の休業保障と労働環境の改善を求めて、ブラックバイトユニオンに加入し、団体交渉の申し入れを今日行いました。この間、ブラックバイトユニオンに寄せられているちょっと相談を簡単にご報告します。19歳女性アルバイト、塾、3月から4月、生徒が来れないという理由でシフトが完全になくなった。その間の保障に関する連絡は一切ない。母子家庭で生活に余裕がない。20代前半の女性、居酒屋アルバイト、仕送りはもらっておらず、生活費として月に13から15万円程度稼いでいた。それがコロナの影響で3万円から4万円にまで減少。休業保障が出るかわからない。20代前半のアルバイトの方、居酒屋で働いています。休業保障は出ているが、月の給料の10分の1程度生活ができないため有給を申請しましたが、休業保障も出してやってるんだから有給とかいきなり何？と拒否されました。店長に休業保障はないのか聞いても無視されている。来月から学校に通うための交通費を捻出するのに困っている。突然解雇されました。雇用保険に加入していないが失業手当をもらいたいです。4月の下旬、コロナ等で6月末で退職してくれと雇い止めにあった。戦わずしてより良い環境、より良い社会が出てくるとは思わないんですよね。もう一人一人がもう最前線で自分とその仲間のために戦うみたいな。あ、こんにちは。じゃあそうしましたら、こちらが、3名の人数制限をさせていただくことに関し
て、合理的でないってご返信いただいたんですけども、合理的でない理由をお伺いさせていただいてもいいですか。とりあえずちょっと会議室に立ってもらっていいですか。それ見て判断します。で、定員が10名の会議室になりますので、こちらの3名。だから広めの会場を用意してくださいって伝えてるんです。広めの会場を用意していただきたいっていう旨は昨日のメールになりますし、その広さの定義っていうのは、なので最初に伝えてるんですよ。人数制限受けられないし、だったら Zoom でやりますかってご提案もこちらしてるのにかかわらず、どちらこの会場でやりたいっておっしゃったので、そちらが入れる人数広めの会場を用意するのは当然ですよね。なんで用意してないんですか。Zoom に関しましてはセキュリティの問題に関して授業普段 Zoom でやってるじゃないですか。生徒の個人情報全部出ちゃうんですよ。それはいいんですか。だからさんここに来たらもう交渉できるじゃないですか。なんでやらないんですか。わかりました。じゃあこの場でお待ちください。本社の方ですか。どなたですか。関係ないなら。方ですか。の人。誰。私が株式会社。ね。この人とこの人誰。誰。いやいいですじゃなくて。いや団体交渉してくださいよ。だって団体交渉の場には直接労使関係にある人しか来れないんですよ。ね、誰だから本部の人です。の人ですか。どっちですか。誠実に対応するって言ったんだから。今団体交渉の場ではありませんので。いいから誰なのかはっきりしてください。団体交渉には誠実に対応します。だからしてないから。口だけ誠実言ってもダメだよ。こちらのご要望にお答えいただけないようであれば、労働委員会の方に申し立ていただいて構いません。それは今断固拒否ですね。じゃあもういいよ。じゃあ団体行動を行いますので。はい。同労働ですよ。団体交渉拒否ということで。まるで今コロナの危機が去ったかのようになっていますが、一人で泣き寝入りをしたり誰かが助けてもらえるのを待ってる暇なんてありません。そんなことしたら簡単にアルバイトのやつらなんか使い捨てすることができるって思わせてしまいます。私たちの生存権を守るために当然の権利を守るために一緒に戦っていきましょう。これって別に父親が弱いとかじゃなくて、満員電車で揺られてそうやって暮らしを保とうとしても結局、体壊すし心もやられるっていうのはなんかもう選択肢がなくなってるんだなっていうのは気がつくようになって。ユニオンの戦い方っていうのは誰かに助けてもらうために戦うんじゃなくて、自分たちが暮らしていくために生きていくためのものをなんか勝ち取るためにあるので、戦うのはただ単純に生きるためっていうか生きているってことですよね。